道具のインプレッションって難しいっす。使用者の好みも違えば使う環境も違いますので、私にとっての良い道具が誰かにとっての最低な道具にもなり、その逆も当然あります。同じような環境の友人との間でも道具の好みの話をしていると、このような感じ方の違いは多くありますから、ましてや YouTube での表現の仕方って結構な悩みです。特に批判をするのが難しいです。どの製品にもファンはいるので、それを否定してしまうとファンの方の気分を害してしまう可能性が。それはとても申し訳ないことです。ですから否定の動画は敬遠しがちなのですが、しかし今回はソフトなところ、良いとこ悪いところがまあまあトントンだったり、想定とは違ったけれどそれ以外では使いやすいと感じたアイテムをいくつか紹介してみたいと思います。一つ目、プロチのデジタルノギス。もともとデジタルノギスに懐疑的で、しかしとはいえ使ってみたい。入門用にリーズナブルなものを探していまして、これを見つけました。信頼の三つ豊製に比べて3分の1くらいで買えちゃうお値段。使ってみて悪くないんです。合成はしっかりしてまして、再現性も高め。意地悪にバチンと錠を強めに閉じても、最小分解能の100分の1ミリずれるかどうかで、逆に勢いよく開いてみてもこっちは狂いがほとんどなく、デジタルも悪くない、当たり前なんですがちゃんと使える製品でした。じゃあ何がというと、これ電池の蓋なのですが、ここに使ってるネジが良くなくて、蓋がしっかり閉じないんですよね。ネジの長さが足りないし、ネジの太さも足りてない。お店で動作確認させてもらったんですけど、手にした最初の一つ目は全然蓋閉まらなくて、二つ目、動画にしていますこれもいまいちではあったものの、一応になんとか蓋閉まったので使ってきましたが、緩んでしまったのかビョーンと蓋が外れてしまったんです。で、二度と閉まらなくなりました。仕方がないのでネジ屋さんに行って、このサイズになるとピッチゲージ当ててもはっきりわからないんですよね、サイズが。ネジ系は 1.8mm でしたので M1.8 なのかとネジ屋さんとあだこうだ言いながらやってたら、結局 M2 でした。で、ネジの長さも 1mm 伸ばしたちゃんとした M2 のネジを買いまして、現在は快適に使えています。親指のローラーもない、バックライトもない最小限のノギスですから、これって強みもないっすね。デジタルによくあるホールドの機能もなし。ただボディはステンとアルミかなのフルメタル。お仕事ですとちょっと箔つかないかもしれませんが、 DIY では十分に活躍をしてくれています。入門用としては悪くない。ただ蓋飛んでっちゃいますからおすすめはしないっす。ネジを変えればいいだけですけど、しかし現代買ってそのまま使えないというのはなかなか許されないと思ってもいます。デジタルノギス100分の 1mm まで表示されるのは面白いですね。アナログの精度以上に読む練習にも使っています。プロチのデジタルノギスでした。2つ目はワールドインポートさんのこれ、スタビーロータリーラチェット。これ面白いラチェットで、普通のラチェット的な使い方に加えてハンドルを回すことでヘッドを送ることができるんです。さらにハンドルはどちらの方向に回してもヘッドは一方向だけに回るという優れもの。機能としてはとても面白いアイテムなんです。例えばエキゾースト裏にあるこのネジ、これカムチェーンテンショナーなのですが、エキゾースト外さないでこのネジ回すの結構面倒な作業なんです。ラチェットを触れるスペースがとても少ない。しかしこのロータリーラチェットを使えば簡単にできます。ハンドルくるくる回すだけで素早い作業が可能です。指で押しながらちまちま回していたボルト、このロータリーラチェットを使えばハンドルを回すだけ。ちょっとヘッド大きめなのが残念ポイント。先ほどのテンショナーも斜め掛けになっちゃうのは残念なのですが、様々使い道はありそうです。良いとこばかりに思えますが、ではこれ何がと言いますと、今はそうでもないんですけど、使い始めの頃はヘッドからすげえオイルが染み出てきたんです。垂れてくるオイルが嫌で、結構粘度高めでベタつくオイルなんですよね。使うのを諦めようかと思ったほどでした。オイルは自重で染み出てきちゃいますので、持ち運びでも保管でも必ず何かを巻いておりました。最近は随分出なくなったんですよね。やっと使える準備が整ったという感じでしょうか。しかし初期のオイルまみれなあの状態というのは強烈に印象は悪かったです。ワールドインポートさんのロータリーラチェット。
便利な道具であるのでどうにか油タラタラなのを改善願いたいですね。せめてそのうち落ち着くといった周知は欲しいところです。3つ目、角田さんのプライヤーかな。製品がこちら。プライヤーのつかみ面に樹脂の保護キャップがついていまして、対象に傷を入れずにつかむことができるというコンセプトの製品です。これは私の使い方と全くマッチしなかっただけと言うべきでしょう。何か不良がということはございません。しかし想像通りの結果でした。私もこうなるかなと思いながら買ったんですけれども、残念ながらつかみ能力が足りず滑ってしまうんです。何を回そうとしたのか、いや掴もうとしたのかな。何が目的で買ったか忘れてしまいましたが、とにかく目的を果たすことなく樹脂のキャップが変形をしてしまいました。許容する入力が求めるよりも小さかったです。手でギリ回らない程度の低めなトルクで金属の道具使うと傷が入って使えないというような場面で勝手が良いのだと思います。水回り、シャワーヘッドに使いやすいというレビューをいくつか見ました。化粧ナットというのか、キラキラした綺麗な水回りのナットを回す作業に良いのかもしれません。ただ滑ってしまうという意見もよく見ますので、タイトにフィットする箇所というのは多くないのかもしれません。ピンときた方、ぜひ使ってみてください。4つ目、クニペックスのメカニックプライヤーの3891200、この形。ホースを抜いたりプラグコードを抜いたりする道具という認識でこれは買ったのですが、そういう用途ではほとんど使っておりません。外径が 14mm くらい、内径でいうと8とか 10mm の燃料ホースにフィットするという印象ですが、これ1種類しかラインナップがないんです。もっと太いのとか細いのに対応することができないんですよね。それでも昔はキャブ車の燃料ライン、燃料タンクからのホースに使っていましたが、結構ホースに傷が入るんですよね。攻撃性が気になること。また最近はインジェクションが主流になりましたから、ホースプライヤーとしては使ってねえなと感じています。車のメンテナンスだと生きてきそうではありますが、それでもサイズ展開はないときついっすよね。しかしこの道具、他の用途でとても気に入っていまして、コネクタ外すのに使いやすいんです。コネクタの爪、先端でつまみますと簡単に外すことができます。これを使って外れないコネクタは熱で溶けていたり、ターミナルがゴチゴチに錆びていたりと何らか問題出ていることが多いっすね。専用工具買ってくらいにコネクタを外すのに使いやすいんです。それ以外にもスプリング付け外しに使うとも聞いたことがあります。私の手持ちのは先端が厚いのかな。その用途に使いやすいとは思わなかったのですが、なるほど面白い使い方っすよね。クニペックスのメカニックプライヤーシリーズ、他にも様々な形がございまして、アイデア次第で使い方の幅は広がりそうな道具です。こんな使い方もあるよという方、ぜひコメントで教えてください。使いやすい道具に残念ながらそうではない道具と、世の中様々な道具がございます。ただ繰り返しとなりますが、道具の評価って難しいですよね。今回紹介した道具についても明らかな不良を除けば、私の思うデメリットを超えてメリットを感じている方もいらっしゃるでしょう。道具箱に転がっているあまり気に入ってない道具たちも、今はそうではなくともこれから時間とともに素晴らしい使用感に気づくことがあるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。